アメリカ史上最多のシリアルキラーが現在も生き続けているということをあなたは知っているだろうか。この絵は2019年2月に FBI が公開した16名の女性たちの似顔絵。独特のタッチで描かれたその表情はいずれも楽しそうなものではありません。この女性たち一体何者なのか、今どこで何をしているのか。実はこの女性たちはすでにこの世にはいないんです。これはシリアルキラーサミュエル・リトルによって描かれた被害者たちの似顔絵。そう、このサミュエル・リトルという男は女性たちの息の根を止めたその時のことを、その表情を詳細に覚えているんです。そしてリトルが命を奪った女性の数は16名にはとどまりません。その数なんと93名。93名の殺害を自白したサミュエル・リトル。35年に及ぶ犯罪はなぜ発覚しなかったのか。このリトルという男は事件を隠していたんです。狡猾な手口によって。ケンちゃんです。ヤミカです。本日ご紹介するのはですね、なんと93人もの人間を殺したとされるシリアルキラーサミュエル・リトルなんです。人間じゃないわよ。なんでそんな殺せるわけ？人間なんですけど人間じゃない。人間のね、見た目をしたね、悪魔と言ってもいいんじゃないですか。93人ですよ。もうわかんないですけど。良心とかないわよ。最後のあたりとか無感覚でね、殺してそうっすよね。35年間も犯行を繰り返していたサミュエル・リトル。一体どのようにしてこの長期間にわたり犯罪を犯していたのか、早速見ていきたいと思います。事件の発覚。遡ること8年前の2012年、アメリカ中東部ケンタッキー州のルイビルにあるホームレスシェルターで事態は動き出しました。そこにいるのは、がたいのいい体に迫力のあるこわもての男。彼の名前はサミュエル・リトル。当時72歳でした。リトルはこのホームレスシェルターで違法薬物関連の罪によって逮捕されました。そしてリトルの DNA を過去の事件情報と照らし合わせたところ、驚きの事実が判明したんです。これリトルの DNA と一致する事件があったってこと？まあその通りなんです。そしてその事件は逮捕から25年前の事件だったんです。リトルの逮捕から遡ること25年前、ロサンゼルスで一人の女性が遺体で見つかりました。襲われた形跡はあるものの、どこにも凶器が見つからないという非常に不気味な事件なんです。さらにその後、同様の犯行手口で2名の犠牲者が、合計3名の犠牲者が出たにもかかわらず、犯人逮捕への糸口は全く見つからなかったんです。しかし25年後、現場から取れた DNA とリトルの DNA が一致。長い時間を経て事件は解決となったんです。まさかこの事件が氷山の一角だとは誰が予想できたんでしょうか。ロサンゼルスの連続殺人事件に関してリトルが受けた判決は終身刑。これで事件は終わりかと思いきや、さらなる事実が明るみになるんです。なんとリトルは次々に他の事件への関与を自白し始めたんです。いや黙ってた方が罪軽いじゃない。なんで自白すんの？サミュエル・リトルなんですけど、なんかね、自分のせいで誰かが間違って逮捕されてるんじゃないかってこう心配してね、自白したって言ってるんですけど、まあ人それぞれそんな良心あるわけないでしょ。嘘くさいんですけど、まあもう一個の説があって、なんか実は今までの罪で隠したやつ自白したら、ちょっとね、今の刑務所ねじゃなくて別の刑務所にね、移転させてやるぞみたいな取引を、もっとなんか楽なというか、環境がいいところにね、そうっていう取引をね持ちかけられた、ちょっと2つ目の説があるんですけど、まあ多分ね2つ目なんですよね、おそらく。リトルの自白は延々と続き、その数実に93件にも上ったんです。怖っ。動画の冒頭でご紹介した似顔絵は93件のうちの16件の未解決事件の被害者たち。しかし未解決事件の被害者は16名にはとどまらないんです。43件が現在も捜査中。他の50件の事件はリトルの関与が確認され、これによりサミュエル・リトルはアメリカ史上最多のシリアルキラーとなったんです。なんかさ、前にもさ、アメリカ史上最多って取り上げたシリアルキラーなかったっけ？痛いとこ疲れた、ってわけじゃないですよね。実はですね、ヘンリー・リー・ルーカスという男ね、メトラの皆さんだったら覚えていると思うんですけど、まあね、ヘンリー・リー・ルーカスとね、サミュエル・リトルの最大の違い、それは FBI によって事件に関与したかっていうのがね、こう正式に認められたかどうかっていう、その数の差がね、知的に確認されたかってこと。いや、それにしてもさ、この似顔絵めちゃくちゃうまく描けてるじゃない。そこまで覚えてるってすごい疑問なんだ。まあなんか情報提供を募るための似顔絵なんで、まあうまいに越したことはないですけどね。まあですがね、なんでこんなに綺麗にね描けるかっていうのは、まあ確かにまあ疑問がね残るところでありますよね。事件への執着心。
93件もの犯行を自白したリトル。そして50件の事件は FBI の捜査によってリトルの関与が確認されました。ほとんどの事件が数十年前の出来事。風化していた未解決事件がなぜ今頃になって50件も解決できたのか。それは皮肉にも犯人であるリトル自身の詳細な供述のおかげだったんです。実際にリトルが供述をしている動画が公開されていますので見てみましょう。She's what you nowadays they call a transgender. Okay. How tall is she? She weighed about 135. もうこの人やばくない？なんか思い出話みたいなテンションで喋ってないこの人。いや、そうなんですよ。なんか人を殺した話をね、笑いながらするってもう、我々からしたらね、もう想像もできないですよね。はい。まず殺さないけどね、俺ら。罪の意識とかゼロよ絶対。リトルが供述したのは犯行に及んだ年や被害者のルックスはもちろん年齢、名前、身長、体重、会った場所、二人きりになった経緯、犯行現場、遺体を置いていった場所など捜査に必要な情報を全てだったんです。店の名前やそれが何番通りにあるかまで詳細に覚えていたんです。そして犯行時の記憶も鮮明。細い小道があったこと、道がぬかるんでいたこと、女性がどういう風に逃げどう転んだか詳細に供述しているんです。皆さんね、昨日のことをね思い出してみてください。大体覚えてると思うんですけど、じゃあそれがね、何十年前、数十年前のね、道路とか道とかね、いろんな詳細なことって覚えてないじゃないですか。意味わかんないですよね。はい。リトルはすごい記憶力の持ち主なのでしょうか。確かにポテンシャルはあったのかもしれないんですが、この特技は勉学の方ではなく人の命を奪うことに対する異常な執着心に使われてしまったんです。それがここまでの記憶力を発揮させたというんです。いやさすがアメリカの中でさ一番人殺したシリアルキラーってだけはあるからね。尋常じゃないわね。それもねやばいんですけど、リトルのね本当に恐ろしいところって、その記憶力っていうところと、あとはこれほど長期にわたってね犯行をね犯し続けれたってことなんですよね。リトルの供述によると、初めての犯行は1970年、最後の犯行は2002年、逮捕の10年前には犯行をやめていたことになるんです。つまり犯行期間はなんと35年間。その間に93人の犠牲者、1年間に2人から3人の犠牲者を出していたというんです。当時72歳のサミュエル・リトルは人生のおよそ半分をシリアルキラーとして過ごしていたんです。30歳から罪を犯し続けたサミュエル・リトルなんですが、そこから35年もの間なぜその犯行がねバレなかったのか。その理由は犯行の手口と被害者の選別方法にあったんです。狡猾な犯行手口。リトルの犯行現場に共通していたこと、それは凶器が見つからないということと、被害者が女性であったということ。なぜ現場から凶器が出なかったのか。これね、皆さんね、リトルはねどのようにしてね凶器をね隠蔽したかねわかりますか？リトルの凶器はそもそも隠蔽の必要がなかったんです。なぜならその凶器とは彼自身の屈強な体だったから。一時期はボクサーとして活動していたサミュエル・リトル。そんな彼にとって女性の命を奪うことはいともたやすいことだったんです。凶器は事件解決への近道、残された指紋、入手経路、それらは犯人への道しるべになるんです。つまり凶器がないということは犯人特定を遅らせる要因の一つになっていたんです。もう一つの事件発覚を遅らせたその原因とは一体何だったのでしょうか？リトルが狙う被害者たちには2つの共通点がありました。先ほども言ったんですが、1つ目は女性であるということ、そして2つ目は違法薬物使用者や娼婦など社会的に弱い立場であるとされていた人々。女性を狙う理由ね、どうですか？わかりますか？いやもう女性の方が力が弱いから抵抗できないからでしょ。物理的なね、力の弱さっていうのはね、ありますよね。それにね加えてね、リトルなんですけど、社会的立場が弱い女性をね狙っていたんです。結構アルゴメトリーでもあると思うんですよね。そういった方々っていうのは身元のね特定だったりねっていうのが難しいっていうね背景もあって、例に漏れずねリトルもねそういったね選出方法で被害者を選んでいたということなんですよね。当時の違法薬物使用者や娼婦がどのような生活を送っていたかご存知でしょうか？彼らの特徴は安定した職がないこと、職と住居を転々とする生活。そうすると連絡を取ろうとしてもすぐに所在がわからないんです。つまり身元がはっきりしない人が多かったんです。さらには家族と縁が切れてしまっていたり、頻繁に連絡を取る友人がいないことも。そんな人物が行方不明になったところで気がつく人がいるんでしょうか？おそらくすぐには気がつかれないでしょう。こうして事件発覚が遅れ、そもそも発覚すらしないというロジックなんです。事件情報を募るため似顔絵が公開されたのもこのため。リトルは行方がわからなくなっても気づかれないような女性を選んで犯行に及んでいたんです。リトルもねもともとホームレス出身なんで、いわゆる社会的弱者って言われるね方々の実情だったり、そういったところがね分かってたんでしょうね、本人もね。そういう
いう過去の経験は生かさなくていいのよ、もう。この狡猾なシリアルキラーはなぜ誕生してしまったのか、リトルの生い立ちを見ていきたいと思います。シリアルキラーの誕生。サミュエル・リトルは1940年、リトル自身が娼婦だと証言する母親のもとに生まれます。当時母親は服役中だったため、リトルは刑務所の中で生まれたんです。出産後、母親はすぐに出所。リトルは塀の外で育ちます。素行と成績は良くなかったんですが、ちょっとやんちゃなだけの普通の少年。しかし、それも16歳までだったんです。めちゃくちゃあんなに覚えてたから、記憶力いいから成績いいって思ってたけど違うんだ。まあなんか記憶力いい人悪い人っていると思うんですけど、まあ、興味関心だと思うんですよね。まあリトルにとってこう学校の勉強みたいなのは興味なかったんでしょうね。はい。それでその16歳の時に何かあったの？まあそうなんですよね。まあね、いろいろね、犯罪行為がね、始まるんですけど、まあ、ね、16歳っていう年をきっかけにして、まあ、リトルのね、犯罪と暴力にまみれた人生が始まってしまうんです。16歳の時、リトルはお金欲しさに民家への不法侵入を犯します。彼の長い犯罪歴の中での最初の犯行。少年院を出ると、今度は21歳の時、またもや不法侵入。この時は実刑判決を受け3年の月日を塀の中で過ごします。21歳からの3年間、若さを謳歌するリトルにとっては、辛く長い服役だったことでしょう。彼はその期間何を考え何を思ったのか。普通はさ、もうこんなん嫌だ、もう二度と犯罪を犯さないってなんじゃないの？まあ普通そう思いますよね。でもリトルの場合はね、そうはならなかったんです。出所後のリトルが態度を改めることはありませんでした。それどころか犯罪行動はヒートアップ。その結果35歳までに窃盗、詐欺、政府関係者への攻撃などありとあらゆる罪によって26回も逮捕を経験するんです。もう罰の意味なんてないじゃないこいつ。もうね、すっかりね、刑務所の常連になっちゃった。太客になっちゃった。まあなんかもうシリアルキラーやってるのと並行してなんか細かい犯罪とかも犯してたってことよね。まあそういうことなんですよね。はい。まあ実はね、殺人容疑で捕まったこともあるんですよね。1982年9月、当時42歳のリトルは26歳女性の殺人容疑で裁判にかけられました。検察側の証人が失踪前夜にリトルと女性が一緒にいたと証言。しかし目撃者の証言への疑念からリトルは無罪になってしまったんです。2年後、44歳のリトルは22歳女性の殺害未遂で逮捕。この時は殺害未遂だけではなく誘拐の罪にも問われているんです。被害者を選ぶという狡猾な方法はこの時から徹底されるようになったのかもしれません。さらにその1ヶ月後、リトルが夜のドライブをしていると警察に止められます。車の中を覗いた警察が見たもの、それは後部座席に横たわる意識不明の女性。危ういところで女性は助けられたんです。リトルは両方の罪で2年半の服役。いやいや、こんな危ないやつが2年半で出てくるってどういうことなの？いや、そうなんですよ。ここでね、まあリトルがねシリアルキラーだってことが分かってればねよかったんですけどね、まあそういうわけにもいかなかったんで、出所後にねリトルはねもう本当に犯罪にねどんどん手を染めるようになってしまうんですよね。はい。いやでもなんで彼がさそんなに犯行を犯すことに駆り立てられてたのかってのがよくわかんない。懲りることもなく刑務所へ戻るリトル。法によって与えられる刑罰は犯罪の抑止力にはならなかったんです。かといって衝動的に無差別に行動していたわけではないんです。事件を露見させないための周到な犯行が35年間の活動を可能にしたんです。捕まるのは構わない。でも犯行は続けたい。そんなリトルの意図が見えるようです。人を殺めるという行為、それ自体がまるでリトルの目的かのよう。殺人というおぞましい行為の中毒者になってしまったリトルは72歳で終身刑を課されました。もし今も塀の外にいたらシリアルキラーの活動を続けていたに違いありません。実はサムエル・リトル、犯行動機については一切語っていないんです。なぜ彼は犯行を続けたのか。まあね、皆さんはねどう思いますか？それメトラにも聞いてみたいよね。そして去年の2020年12月30日、サムエル・リトルは80年の罪深すぎる生涯に幕を下ろしました。アメリカ史上最多殺人のシリアルキラーの起こしたおびただしい数の殺人事件。捜査は彼の死後も続いていくことでしょう。被害者に名前を取り戻すその日まで。